皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢のニュースを取り扱っていきます。他のチャンネルでは総合的なウクライナ情報関連の話題を取り上げているところがなくなってきているので、このチャンネルの動画でぜひとも情報の更新にお役立てください。それでは今回取り上げる主な話題はこちらです。1、ロシア軍、味方戦闘機を撃墜。スホイ27、セバストポリに沈む。なお、スホイ35だったという話が出ていますが、これは間違いだったようです。2、プーチン大統領 F16 を警戒。第三国から出撃なら、その国も攻撃すると予告しています。3、ロシアの工作員を摘発。ポーランド、チェコの対スパイ戦が報道されています。4、ドイツの軍事支援。今や最大の軍事支援国です。今回ロシア軍が味方戦闘機を撃墜したのは、クリミア半島の先端セバストポリです。白昼に起きた出来事のため地元住民が撮影して多くの動画が投稿されています。また映像を見てもわかりますが、切りもみ状態で一気に墜落するわけではなく、少しゆっくりとゆらゆらと落ちてきていることがわかります。この時間によってパイロットは脱出することができたそうです。こちらもかなりの望遠なので、はっきりとはわかりませんが、このパラシュートでパイロットは脱出できたようです。このような白昼堂々にロシア軍が味方戦闘機を撃墜した理由というのが、先日セバストポリを攻撃したウクライナ軍のミサイルが影響していると思われます。巡航ミサイルは戦闘機とは違うわけですが、ウクライナ軍の攻撃がまたいつあるかわからないというプレッシャーがロシア軍の防空部隊にかかっているのでしょう。そうしたプレッシャー下にある時には間違った判断をしやすいものです。とはいえ、ロシア軍の味方を撃ち落とすといったことは、今回だけではなく過去にも何度か発生しており、ロシア軍の防空部隊にはそうした敵味方の識別に問題があるのかもしれません。次に、プーチン大統領が F16 を警戒する話をしています。プーチン大統領 F16 戦闘機出撃基地は第三国でも攻撃対象に。ロシアのプーチン大統領はオランダなどがウクライナへの供与を決めている F16 戦闘機について核兵器の搭載が可能なことを考慮する必要があるとした上で、出撃基地はウクライナ以外の第三国であっても攻撃の対象になると牽制しました。ウクライナが欧米諸国に提供を求めている F16 戦闘機をめぐっては、これまでにオランダやデンマークなどが供与を決め、ウクライナ軍のパイロットなどへの訓練も始まっています。ウクライナのクレバ外相は、予定通りに行けば、この夏までに F16 が引き渡される計画だとしています。ロシアのプーチン大統領は27日、ロシア空軍のパイロットを前に F16 が出撃する基地について、第三国であったとしても正当な攻撃対象となる。F16 は核兵器の搭載が可能なことを考慮する必要があると述べ、牽制しました。そして、仮に配備されたとしても、戦況を変えるものにはならない。敵の戦車や装甲車を破壊してきたように、戦闘機も撃墜すると述べました。このようにプーチン大統領は、F16 が大したものではないと自分の口で言いつつも、出撃基地がウクライナ以外の場合であってもその国は攻撃対象だという話をしています。その理由として核兵器の搭載可能なことを挙げているわけですが、核兵器をウクライナに供与しようという話はどこの国からもない話であり、まさに荒唐無稽です。では、この話一体なぜ出てきたかといえば、先ほどウクライナ軍によるクリミア半島攻撃でセバストポリに巡航ミサイルが着弾した話などをしましたが、それと少し紐付けた方が良いでしょう。例えばこの地図を見てもわかりますが、ウクライナから出撃するよりも、ルーマニアから出撃してセバストポリ、もしくはクリミア半島各地に対する攻撃をした方が、基本的には距離が近いです。もしも F16 戦闘機がウクライナに供与されたとしても、その戦闘機がルーマニアの空軍基地を利用して攻撃に参加するならば、ロシア軍にとってはこれまで以上にクリミア半島の防衛が困難になります。東部戦線や南部戦線、その他の地域において戦う際には地上部隊として対空兵器などがありますが、クリミア半島の場合だと西側には黒海があり、この黒海においてはウクライナ軍の対艦ミサイルネプチューンや水上ドローンの活動範囲であり、ロシア軍の軍艦が常時航行することは今やできません。ですからルーマニア方向から戦闘機がやってきた時にはどうしても防衛は困難なのです。しかしこの案というのも基本的には荒唐の無形の
範囲に入るでしょう。ウクライナとしてもルーマニアの空軍基地を使わせてくださいという要望したとしても、それに応えるルーマニアではないでしょう。ただしこの話にはもう一つの続きがあって、第三国を経由して攻撃した国があります。それがロシアです。2022年2月、ウクライナに対する全面侵攻をした際に、ロシアはベラルーシ領からウクライナへと軍を進めて、ウクライナの首都キーウ侵攻作戦を進めました。この時なのですが、ウクライナ政府はベラルーシに対して決してロシア軍を通過させないようにと連絡を取り、ベラルーシ政府もまたそのようなことはさせないとウクライナに返答していました。しかし実際にはベラルーシ領内にはロシア軍が大量にいて、それらの部隊がベラルーシ国境からウクライナへと侵攻したのです。もしもプーチン大統領の言うように第三国からの出撃を許せばその国も攻撃可能だというのであれば、ウクライナにはベラルーシに対しても反撃可能という話になります。プーチン大統領の言うことが自分の話は棚に上げ、人に対してだけ非難するという典型的なざれ言だと言えましょう。次に、ロシアの工作員を摘発しているヨーロッパにおける傍聴船についてのお話。ロシアが支援するネットワーク、ヨーロッパ政治家に金銭提供家、チェコなどが摘発。ロシアが支援するプロパガンダのネットワークがヨーロッパで反ウクライナの情報操作を展開し、政治家らに金銭を渡していたとして解体された。捜査関係者によると、このネットワークは人気ニュースサイト、ボイスオブヨーロッパ VOE を通して政治家に金を支払っていた。チェコとポーランドはこのネットワークの狙いはヨーロッパの政治に影響を与えることだったとした。チェコのメディアはドイツ、フランス、ポーランド、ベルギー、オランダ、ハンガリーの政治家が VOE から金銭を受け取っていたと報じた。欧州議会の次期選挙に影響を及ぼすのが目的だったとされる。ドイツ紙シュペイゲルは、金銭はチェコの首都プラハで現金で手渡されたか、暗号資産交換所を通じて送られたと伝えた。チェコ当局は、親ロシアのウクライナ侵攻財閥、ビクトル・メドベチュク氏が、このネットワークの背後にいるとしている。同氏はロシアによるウクライナ侵攻の直後、ウクライナで逮捕されたが、その後の捕虜交換でロシアに移送された。VOE のサイトは28日にはアクセスできなくなっていた。アーカイブ記事には欧州諸国の内部分裂を強調するものやウクライナ支援に疑いの目を向けるものなどが確認できる。最後にドイツの軍事支援を取り上げておきましょう。ドイツ政府はウクライナに対して新たな軍事支援を供与した。今回の発表内容はレオパルト2用の弾薬、榴弾砲用の弾、またその他対戦車兵器の弾薬補給、地雷除去用の戦車や橋を架ける戦車、その他装甲車や指揮命令車、国境警備用の車両や輸送車、無人機や無人機に対する戦車や妨害機、夜間戦闘用の装備など多岐にわたっています。2022年2月のロシア軍による本格的なウクライナ侵攻、その始まった当初においては、ドイツの政府高官の中には、もうウクライナは終わったなという意見をウクライナの政府関係者に話しているなんていうニュースなども流れました。そのぐらいその当時においてはロシアによる本格的な侵攻はもはやウクライナという国家そのものの存亡の危機を表していたわけです。しかし現在のところそのような状況は各国からの軍事支援とウクライナ自身の戦う意思のその両方が相まって現在のところ東部南部合わせて1000キロにもわたる戦線が維持される状況となっています。そして当初は非常に支援に消極的だったドイツは徐々にその軍事支援のレベルを上げていき、現在ではアメリカを除けば単独の国家としては最もウクライナにとっては多くの支援を与える国となっています。2022年の段階ではちょっと信じられないほどの状況の変化だと言えるでしょう。そして今回のリストを少し見せましたが、その当初の支援が消極的であるという批判の中から生まれたのが、非常に細かなものまで何を支援しているかリストとして発表する姿勢です。こうした公開性といったものは多くの人々に対してドイツは決してウクライナに対する支援が消極的ではないよ、むしろ積極的なんだよということをアピールしているわけです。ドイツ国内の経済は物価高で苦しんでいます。そうした意味ではヨーロッパの中では経済大国のドイツなのですが、決してウクライナに対して潤沢な支援をできるような経済状況というわけでもありません。にもかかわらずそれだけの支援をしているのですから、もうドイツのウクライナ支援は高評価されても良いレベルだと私は思います。さてそのようなヨーロッパなのですが、ウクライナに対する支援を何とかやめさせたいロシアは積極的なプロパガンダを
流し続けています。それは何もロシア国内から発信するだけではなく、やはり現地やその現地に近いところで発信する情報が多くの人々に影響を与えます。今回ポーランドとチェコがロシアの情報工作に携わっていた人たちを摘発しているわけですが、このような動きはヨーロッパ各地で起こっているとされています。直接的にロシアからお金をもらっている政治家や、そうではなく報道関係者や報道関係者かのように見せかけた活動家たちといったものがあり、インターネット上やインターネットを飛び越えた現実世界においても反ウクライナ思想をまき散らすために様々な嘘が流され続けているわけです。これは何もヨーロッパだけの話ではなく、日本においても全く同じ活動が見られます。あたかもニュースサイトであるかのようなアカウント名でSNS で情報発信をするといったことがすでに頻繁に発生しています。その発信する情報はロシア本国のプロパガンダメディアとほとんど内容が同じものであることが多いわけですが、それにコロッと騙される人たちも結構います。そしてヨーロッパと日本との最大の違いは、こうしたプロパガンダメディアに対する捜査といったものが全くできていない点です。欧米においてはスパイ活動を取り締まるための法律といったものがあるわけですが、日本においてはそうしたスパイを見つけて摘発するといった仕組みが既存の罪状でしか摘発できないようになっています。例えばスパイだからではなくて、物を盗んだであるとか、何かを壊したであるとか、不法侵入であるとか、企業情報の窃盗であるとか、特定の国家がその国家のために誰かを動かして犯罪をさせているという、こうしたスパイをスパイとして取り締まるための総合的な法律がないというのが日本の弱点です。そして日本国内ではそうした情報工作戦が行われていることに気づかない人たちもたくさんいます。例えば今の話で言うと、ロシアの話だよねと思いがちなわけですが、何も日本にスパイを送り込んでくるのはロシアだけではなく、中国などもこれに該当します。例えば直近の話としては、中国のエネルギー産業の意向を受ける形で、日本のエネルギー政策に影響を与えようとしている工作活動などが発覚した事件などがあります。しかしこれもまた、その背景情報として、特定の国家の関与や影響といったものについて調べる仕組みというものが日本にはありませんし、そうした関与があったとしてもそれを罪状としてスパイ罪として捕まえることもまたできません。そのような仕組みがないということが他の国にしてみれば、日本ではスパイが送り込み放題でやりたい放題できるんだなということを許してしまう環境を作ってしまっているのです。このあたりの話というのは国際情勢を見れば日本にも必ず考えなければならない論点があることがわかるはずです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。また情報の更新に役立ったなと思う方はぜひともスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。